じゃあ酵母液を。はい。レモンを使う。レモンがね好きなんです私。まあその時期のやつを使うんですけど、レモンにも酵母がついてる。レモンにもついてるんですよ。でもレモンだけだとやっぱちょっと発酵力が弱いので、レーズンと私はねミックスにするんです。そして紅茶を入れます。紅茶がね、もともと紅茶って発酵してるじゃないですか、だから発酵を強めてくれるのと、香りがなんかできたパンが直接すごい紅茶の香りがするわけじゃないんですけど、例えばカンパーニュとかシンプルなパンの時に食べた時になんとなくふわっとするあの感じが私が好きで紅茶を入れてます。季節によってはねアールグレイにしたりします。今はダージリンティーで。発酵の促進にもなる。発酵の促進にもなるんです。でスターターをなんか季節によってはみかんとかレモンの花を入れたりとか、月桃の実を入れたりとか、ハーブを入れてみたりとか、全部にそうするんじゃなくて4種類作ってるので、それぞれ違うやつにして作りたいパンでエキスを変えていく。大体ね3日ぐらいするともうね発酵するんですよ。あれ一回取り出してあれします。ここが酵母部屋になってるんですね。そうなんですこれが昨日仕込んだやつで、もうすでに結構発酵してますね。まだ1日目です。これでこう季節に応じてああやって酵母液とか材料も変えたりするのが私もすごく楽しい、そういう気持ちも全部入ってやから、多分これをドライイーストでやるとなると全く別物になるんやろなやし。使おうと思ったことないですか？ない。やっぱり楽しいから、やっぱああやってブクブクしてくる様子とか、なんか子供育てるような感じでね、なんか一日一日表情が違って、でなんかこうパンをこうやって作ってる時も自分一人で作ってるというよりはなんかこう募金たちとのコラボみたいな感じで、もうライブ感覚でなんかこの粉と水とかそういう何も立体的なものがない中でこういう立体的なものが生まれるって、なんかちょっとこう魔法使いになった気分というか、全ての工程が面白い、作るのがすごい楽しいから続けられるだろうなって思う。待って。座って、じゃあ。はい、いただきまーす。いただきます。明日も明日も行っていいよって。3日連続。ミリアも行くの？俺は明日も。
ホイール代わりですか？そうそう、後でそれこそお湯下に入れてこれ何なんですか？これはよもぎのくるみレーズン。生地にも練り込んでんねやけど、やっぱり切った時にいっぱい入ってたら嬉しいから、二重で。これ昨日じゃないね。これは昨日じゃないんだ。これおとついの方やね。おととい。だから完成だね、これは。早めにちょっと冷蔵庫入れとこうかな、この形を。2日間でほぼ完成するってことですか？いや本当はやっぱり今まで外気温がさ、はい。寒かったから3日かかってたけど、もうやっぱ外気温が仕込む時の気温も多分関係するんじゃないかなって思うよね。音がすごい発酵が早い。ああ。うん。だいぶ気温が上がったんですね。上がったね。ないけどね、中に何にも入れてないから。可愛いよね。
あの子はそれこそねイノシシの木にやられてね入院したの田んぼの水路でさ泳いでてさ、ほんでそれをごくごく飲んだらしい。ほんとそしたらね熱がね40度。今日の朝ごはんは何なんですか？このくらいは卵はと青さの汁で、俺朝ごはん担当なんだけど、朝のメニュー考えるのが、卵食べてくれたらこれで済む。ご飯食べれないじゃん。僕に似合わへんけど。海とちょっとこれそんなにね。タイミングで食べてね。ありがとうございます。タイミングはだから。おはよう。細やかでしょ。細やかですよ。できるでしょ。できるよ。海苔とご飯私は一緒が好きなんだけどさ。いただきます。今日はわさび菜です。すごい。うちで採れた。あ、そうなんだ。そうそうそう。なんか本当にそれこそ私20代の時にバックパッカーでアジアを回ってて、で日本でこう発展途上の国とかみたいに日本でもそういう暮らしができないかなと思って四国と九州の、いわゆる自給自足をしてる人たちの家族をヒッチハイクで訪ねながら行ったんですね。でその時に行く先々で皆さんこうリンゴのなんか皮だけとか残り物のご飯で酵母を起こしてとかって言って朝ごはんに出してくれたパンにすんごい感動して、暮らしに寄り添いながら無理なく焼いてる姿がなんかそれがすごく美しく見えて、で私も作ってみたいと思ってその旅が終わってから帰ってきてから作ってみたんですけど、その当時ってなんか自然食通信さんって今はもうないんですけど、そこが出してる作り方の本しかなくて、本当になんかもう試行錯誤しながらずっとパンを焼いてて、パン屋なんてね大変さも分かってたからパンを作る苦労も分かってたから絶対するもんかって思ってたんですけど、なんか子供がね妊娠してこう生まれてきても保育園とかに預けたくなかったんですよね。なんか私が旅先で見たアジアの人たちみたいにおんぶしながら仕事がしたいと思ってて、それでパン屋しようかなって軽く言ったら旦那さんがじゃあパン屋建てようかなみたいなとこから軽いノリから始まって、でようやく2年半かけて経ったんですけど、今度は双子妊娠してて、双子なので結構トラブルも多くて妊娠中ので、じゃあ生まれてからにしようって言って生まれて8ヶ月でパン屋をオープンしてだから2人ともおんぶしながらここで2人レジをしてっていう感じで、本当にそういう風にやりたかったっていう夢は叶った感じなんですけどでもあの時もご近所さんとかお客さんとかもみんなが赤ちゃん抱っこしてくれたり泣いたら「あ見といたろ」とかって大変やけども、なんかやっぱもう私好きやからやってるしかなくて、本当に好きがなかったら多分できないですよね。あ、よしこさん。持って行ってくるわ。オッケー、いってらっしゃい。待ってしてください。はい、すみません。冷凍するあ本当ですか翌日の分だけ。対策。それも飾っときなよ。そうなんですか。そう、なんかこの海沿い見てきて。ああね、海も前にあるんでいいですよね。そうすごい綺麗わあすごい綺麗いいところですよね。なんか上から見るとまた全然
風景が違って面白いですよね。なんかどこかなみたいな感じですよね。そうそうそう、なんか普段住んでるけど、ねなかなか見ないですよね。上から見るってことなんですよね。ないですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ですね。また連絡させていただきます。いつもありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございますあ、いやいやいや。ありがとうございます。ありがとうございます。今日暑いね。あったかなったね。夏みたい。やっぱりありがとう。ありがとうございましたありがとう。じゃあねまたねはーい。あー、そっか、まだ少ないですか。伊藤さんのいちご食べたら他が食べいえいえいえそう言ってもらえるとありがたいですけどこれね、ブラウニー作ったんですけど、卵乳製品使うとはい食べてみてくだ今さい。日の夜いただきますどうもありがとうございます。もうどれ食べても最高。もう本当に美味しくって新しい発見もあってもう言うことないですいや、よね。もう開店当初からのお客様もう大好きでもう本当にありがたい。はい、こんにちは。ごめん。今日は覚えた。今日は覚えてた。でな、今日は覚えてるでって言おうかなと思って、ね、寝てた。すみません。いやいやいや。ひょっと出てきて、はーって言ったら。ちょっとびっくりして。失礼しました。すみません。